イクラドジョンです。今回ね、ナビベース EG アルファというクラッドの対戦ですね。ちょっとね、パソコンの調子が非常に悪くて、動画の撮影だったり編集だったりがね、できない時期が長くなっちゃってね、動画上がってない時期とかもあったんですけど、またね、過去の動画がね、ちょくちょく上がり始めたっていうところですかね。ちょっと未だにね、感知はしてなさそうなんですけど、パソコンの方が。またね、ぼちぼち上げていければなと思いますので、早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。先行ナビの方からクラウス、ライドラ入ったらルートライダーラッシュですね。ピンポイントでライドラが刺さりそうなところを使っていくと、基本的にはイーグル砲の方か、タウンホールの方ぐらいしかライドラが刺されそうなところはないんですけど、タウンホールの方からルートライダー発進するので、裏のイーグルの方にライドラ使うのかなと思います。来ましたね。テスラも入ってというところ。10日弊社ロイヤルチャンピオンかなり早い段階で3時の方咲いて、タウンホールの方に貫通していきますね。バルキリーがタウンホールを起動してくれましたので、ルートライダーもタウンホールを殴ることができている。で、イーグル砲の方もライドラがチェーンを入れてくれているような状況ですね。で、中心部に関してはスケルトンの呪文を置くことでモノリスのターゲットを取りつつ、ロイヤルチャンピオンの方にレイジー、流れたキングクイーンの方にもレイジー、両サイドのね、ヒーローにレイジがかかるような状況を作ってあげます。そうすると真ん中の方にルートライダーが穴を開けて合流をしていってロイヤルチャンピオンの方は能力を使うことでシングルインフェルノのターゲットをぶらして、で、裏側すごい綺麗に削れてますね。ライドラを守りたいようなフリーズの意味合いもあったと思うんですけど、ここは落とされていき、とはいえもう十分ですね。クイーンの方も穴開けで最終区画にたどり着いてウォールブレーカー誘導。3時側の方も貫通をしてルートライダー回収回れるような状況になっていく。うまい。ガーサス。対戦相手、クイヒーのディガホグ。ディガホグもあれですね、16入ったタイミングで、強化が入ってワンチャン強いんじゃねみたいな話もありましたが、突撃艦を投げていく。ディガホグなんかよりもね、もっとバケモンが出ましたので、みんなそっちを使ってディガホグなんて使ってないですね。2連巨爆ヒット、イエティの方もね、新レベルが出たので、突イエティの火力がね、少しだけ過去より強くなっているっていうところですが、一区画丸々全部削れましたね、十分。援軍釣り出しもできてというところ、タウンホールクイヒーをサポートするような突イエティとして今回は使っていった模様。ウォールブレーカー使いますが、穴は開いているのでこのまま流れてタウンホール前が開いてますね。おー、見習い棒でそっち使うんだ。ディガホグに使っていくのかと思いきや、クイヒーの方に使っていきました。ヒールは1枚型ですね。ヒーリングトーム乾燥してない。まずいっすね。ヒーリングトームのおかげで、ヒールが1枚型がなんとか成り立つみたいなもんでもありますからね。ベビードラカットを事前に済ませておくと。時間の方はもう花から考えてなさそうなコンセプトのプランですかね。第1クロスを打てない時間が長くはなりますが、そのうち打てるでしょうみたいな感じ。時間もちょっとね、意識してのレイジになりましたかね。本来ならここで打ちたいもんね。スケルトンフリーズとかももうかなり潤沢に使っていって、スケルトンの呪文でポイズンターゲット取れたの偉いね、これ。で、ディガホグパートが3時からキング外周やっていきます。全体的にちょっとヒーローギアのレベルが低い。5番の人っていうのもあると思うんですけど、ちょっと育ってなさそうですね。こういう外周キングの場合は、今のあれではね、スパイクボールだっけ？あいつスパイクボールっていうのかわかんない。キングのサッカーボールのスキンじゃないです。ギアをつけるとね、強そうですね、外周部。ディガホグのやっぱ弱点出てますね。リクスケルトンにみんなで集まって殴りを入れてしまうというところ。みんなが集まって、で、別れてっていうのを繰り返してっていうところで、ちょっと今、進行がだいぶ悪いですね。キングだったりリクスケに釣られて。いや、突破力が段違いに弱いっすね。これルートライダーだったらもうゴリゴリに突き進んでたと思うんですけど、ロイヤルチャンピオンはホグブーメラン、フリーズまでかけていって。いやー、厳しいっすなー。頑張ってはいたんですけどね、ディガホグの方も。頑張るだけじゃダメだよと、厳しい世界を、ルートライダーに教えられていって。厳しいっすね、これね。3時インで3時ちょっとのところを伸びてないわけだからね。ルートライダーがこれ、3時スタート、ここでトームってここまで伸びないなんてことと、ルートライダーじゃないでしょ、絶対これ。ディガホグだから伸びないんだよね、ここ。ディガホグはしっかりトラップが効くっていうのもね、当たり前なんだけどね、今までのクラクラ感覚から言うと。バネ
引っかかるからね。さあ、ビーカス、ルートライダー、編成、ジャンプ、オーバー、グロー型、透過弊社も持ってますが、まだ打たず。このタイミングで角度ずらしてかけていって、キングのためにはジャンプ、反対サイドを透過弊社、真ん中をルートライダー、貫通、クイーンの方は単独歩かせというところ。さあ、援軍ラバーハンド来ましたね。さあ、いい早めのストライカー状況のガントレットですが、ストライカーうざいんだよな、ガントレットの時。クイーンはクイーンを打つことができました。クローズのアローついてるんでね、この辺。で、真ん中の方オーバーグロかけて、クイーンクローク。残してたルートライダーまだ手元にもありますね、2体ほど。で、1体とりあえず9時に咲いてます。ダブルスケルトン。クイーンの延命とロイヤルチャンピオンの延命両方を兼ねてるようなスケルトンですね。で、しっかりこのマルチ IT フリーズかけることでクイーンに被弾してたところもね、守っていって、クイーンの延命にかなり重きを置いてるような呪文使いになってるかなと思います。さあ、6時の方には穴開けをした透過弊社部隊。中身はスーパーガーゴイルで触れるところを触っていくっていう感じですが、どうでしょう。若干中心部きつそうには見えてきたな。クイーンクローク、タウンホールも少し怪しいか。どうだ。ここでロイヤルチャンピオン、レイジフリーズ。ここでタウンホール触れないとトラップあるとだるいよ。タウンホールには、触りに来ましたが落とすことができない。どうだこれ。クイーンいやー、フローズンやろ。危なかったっすね。星1になりかけるような感じではありましたが、なんとか星2は確保です。対戦相手ルートライダーラッシュ、オーバーグロ3枚もありますね。援軍からもらったやつはカンストしてるけど、自前のやつはレベル2ということで、ちょっと全体的にファーミングがまだ追いついてない新規クランなのかもしれないですね。まあ、まだまだ大会の序盤っていうところかな。うん。ストライカーも、キングはボコボコにしていって、外周部はネクロも使ってというところですが、ここは、マルチアーチャーターが両ネクロターゲット取ってくれたので、まあ、それまでにできれば本体進めてターゲット取りに行きたかったですね。中心部はこれ3回ほど固めていくような形になるのかな。オーバーグロ3発ってことは、そのつもりで持ってきてそうですよね。ロイヤルチャンピオン9時から、まあ、時間が経ったらまたオーバーグローを打っていくっていう形になると思うんですけど、オーバーグローだけで30秒ぐらい固まるっしょ。3発打つだけで1分半使いますからね。1分半その施設殴れないわけだから。さあ、ここでかけていきます。インビジブルタワーの解除がね、できたタイミングでかけれると一番ベストであるんですけど、ちょっとどうだろうね。これ解除できるユニットとか工夫はないからね。ランチャーとかね。ただでも中心部固めてるだけで伸びますね、やっぱり。かなり火力の高いところからね、攻撃が飛んでこないので、ノロローンとしてるだけで。あ、いいね、インビジブルター解除できたよ。撃たんの？どうせ持ってきてるし、撃つとこないから撃つしかないんじゃない？外していくのかわざとなのか、どっちだろうね。どっちだ？わざと外した説も若干あるな、これは。姿が残っててくれないと殴れないからっていうところで、ロイヤルチャンピオンここで能力解放。なんか、わざとの方がわざと外した方が良さそうな雰囲気はあるんだけど、なんか、わざと外してなさそうな感じも出るっていう、ちょっとこのわざとじゃなさそうな必死感も伝わる。さあ、ここでキングがガントレ残してるので、いいっすね。しっかりタウンホールに集合して3ヒーロー残って、バーサス。さあ、ジーマルートライダー編成。まあ、同じ箇所に3発撃つと、やっぱ時間的にあんまりいいタイムにはならないっていうところもあるので、強いクランは同じとこではなくずらして撃ったりするっていう使い方でタイムの方をコントロールするようなオーバーグロー複数使いの時はそんな感じになってますね。まあでも確実に全開取りに行きたい時とかって今みたいにね、3回同じところ撃つだけでも全開取れるので強いですね、普通に。さあ、レイジ撃って、まあそろそろトームとかも考えていくんじゃないかなというところ、巨爆も見えて、まだ貯めていく。ポイズンタワーまで貯めるのか、じゃあこれ。ここでトーム受けてましたね。
我慢しましたね。かなり我慢したことで奥の方までユニットを無傷で持っていける。そしてここでオーバーグロー。ポイズンターンも2つ入ってるところにヒーリングトーム重ねられるのもいいですね。せっかくウォールブレーカーね、上からかけたんですけど、もうどうでもいいダミー壁ついちゃいましたね。クイーンが壁殴ってるところの前を開けていきたいようなプランニングだったと思うんですけど、プランニング的にここ開けようとしたんだけど、出し忘れちゃったので後からって感じかな。ラストレイジは6時の方にかけていきました。タウンホールまでは残さなかったですね。キングがタウンホール付近にいるってことでガントレットだけで十分と。ガントレット使って壁は貫通クイーンの方のクロークでね、タウンホールは突破できましたね。で、おい。しっかりどの配置にどういうラッシュを組み込むかみたいなのがやっぱこのトップ環境大事だね。難しい、それが。バーサス。対戦相手ルートライダーラッシュ。ヒールが入ってるかな、珍しい。まずは、バーバリアンからのバルーン使って、反対サイドもスーパーバーバリアン援軍が出てきます。これはキングのターゲット取れてないぞ。とりあえず外周部でいろいろ処理をしようという形ですね。で、6時の方からルートライダー発進。テスラがね、これ多分マルチ IT になかなか入らないように反れるような設計になってるってことだよね、これきっと。強いね。なんだけど、そこ分かってるので、スーパーバーバリアンでカットして戻していく。この工夫をしてあげないと、これ、ずっと流れる感じになってましたね。で、オーバーグローをここにかけていく。中央の方にルートライダー戻っていって、真ん中フリーズ。トームもここまで温存してる状況ですね。ヒールは割いてますが。さあ、レイジをしっかり打って、トームかけていく。さあ、ウォーデン。間に合いたい。うん。せっかくヒーリングトームが入ってるんでね、この回復できるオーラにユニットを入れていきたいんですけど、隠してたところから裏を打たれるような、背中を打たれるような感じで、バルキリーとルートライダーちょっとだけ戻ってきてくれたの、偉いっすね。で、飛び地になってる12時っていうところを、ルートライダーピン刺し、ジャウはロイヤルチャンピオンピン刺しして、あれはね、なかなか、ユニットの、どうやって取りに行くか考えてあげないと残るポイントなんでね、マルチ IT。ルートライダー強いのはね、このマルチ IT とかの横打ちも、若干無視していいみたいなね、あれもあるからね。それも強いよね。火力的な問題で HP が高いから、多少横打ち食らい続けるぐらいなら全然痛くないっていうところで。さあ、ロイヤルチャンピオンしっかりここは能力解放からのフリーズ、インビジブル、ナイスフィニッシュ。いい展開ですね。強いなぁ。バーサス。カズマくん、ルートライダー編成。カズマくんも、オーバーグロー上げてないっすね、レベル。カズマくんはね、普通に上げてないこともあったりするからね、ユニット。意外と。戦略的に上げてないのか、どっちなんだろう。さあ、10日弊社、キングクイーンセットスタートしていきます。ジャンプもかけつつ、3時にはヒーロー、12時はルートライダー。で、外周部、10日兵士歩かせてという形ですね。ちょっとクイーンに釣られてペッカたちが殴られてるんだけど、ここもストライカーサポートからのヒーリングトム。いいっすね。ペッカとかにも若干ヒーリングが入ったことで回復してます。キングがやっぱ、せっかくのね、ガントレット中に、ストライカーとかポイズンタワーとかね、ダウンポイズンとかその辺が弱点ですね。で、裏側もがっつり削りを入れていく。スーパーバーバリアンラッシュが裏側で行われています。フリーズでキングを固めてそこまで処理。ロイヤルチャンピオンも入っている状況。上のエリクサータンクが残っちゃったんで、そこがもう最終地点になりそうですかね。レイジも2発あります。さあ、防衛施設なくなったぐらいのあっという間の勢いでしたね。いいレイジですが、オーバーグローが解ける前に、もうこれもはやレベルが低い方がちょうどよかったね。レベル2まで下がってれば超いいタイミングで出てきてそうですが。さあラストレイジをここに打って余裕すぎる展開が、カズマくんのルートライダーもすごい安定してるよね。これね。対戦相手ネクロ入りのヒール型。オーバーグローが逆にいなくなりましたね。スケルトン4発。
両方ネクロは置いてるって感じか。2-1で分けたっていう感じですかね。で、バルキリーからのルートライダー、レッツゴー。3ヒーロー固めて内側入れていく。あ、4ヒーロー、珍しい。4ヒーロー全部同じところから出すのはなかなか珍しいやり方っすね。結構ね、戦力バランスで考えたときに、まあ、各区画1ヒーローで十分強いみたいなやり方が今、タイムを取るためにもなんかそういう取り方をされてるんだけど、4ヒーロー固めちゃうとなんか裏のところにね、ヒーロー使えなかったりもするけど、その分1点突破力みたいなのはね、上がるからね。さあ、アイゴレに捕まってる間にルートライダーがタウンホールを飛ばしてくれました。しかもそのトルネードのおかげで、ロイちゃんもタウンポイズン受ける量が少なく済んだかな。フォックス生き残んないか。フォックスは溶けていく。フリーズ打ってから、まあ、結構ガントレットならもう打ち得じゃんと思うタイミングであったんですけど、まだ打たないんですね、ここ。あ、ガントレットじゃねえんだ。壁開けでしたね。壁開けからのバーバリアン生み出しでなんかすごいんですけど。いやー、強いね。これもこれで強いね。ガントレットじゃなかった。通りでタイミングが。さあ、こちらもヒーラー人形ということで、人形だ。トリプル人形来た。ユニットのバック数爆増するような使い方。ヒーラー人形と、オグ人形と、バーバリアン人形で、あとウォーデン何人形するんだろう。まあ、なんとかユニットのバック数増やすようなね、使い方をして、合流して突破しましたが、どうかな、普通にガントレットの方が強そうではあるけど、まあ、クエイクだからこそなんか4ヒーロー固めてね、道を作っていくみたいなのはありでしたね。キングだけだったら、穴開け意味ないからね。さあ、ラストアタック。コウモリオーバーグローですね。インビジブル2枚とクエイク2枚、ウォーデンにはファイヤーボールがセットされています。これがね、なかなかすごいアタックであったと。評判のアタックですね。さあ、インビジブル、クエイク、ファイヤーボールが直接投げ込まれていって、インビジブルターの解除もして、クイーンの方がジャイアントアローでインビジブルター残ってた方を解除していきます。えぐい。ここからルートライダー発進。で、反対サイドは10日弊社を使っていきます。キング、クイーンでタウンホールを見ていく。ジャイアントアローもファイヤーボールも投げ込んでいって、真ん中にはここオーバーグローを使って、そのおかげでね、ハイダメージの施設が消えたので、コウモリ無双ということ。これ強いっすね。さあ、ストライカーを裏から刺していって、あとはロイヤルチャンピオン能力が残ってるというところ。バカ強い。さあ、なんだけど、オーバーグローが全然解けないので、これもレベル低かったらよかったな、みたいな案件なんですけど、もっと早くね、オーバーグロー打てれば、みたいなところだったのかな、結論。いやー、だいぶ時間待ってから圧倒的ユニット量、ガーサス。えぐいユニット残ってましたね。超圧倒的前回でしたが、対戦相手ラストアタック。さあ、これはスパーチャっぽそうな雰囲気がありますが、うん。だいぶ遠くまで行ってくれました。ちょっと怖いあれではあるんですけどね。スーパーチャタウンホール付近まで飛んで、インビジブルターとかもあるんですけど、タウンホール、ちょろーっと殴れば、うん。もうこのインビジブルタワーがあるときって、クローン2枚型だとね、インビジブルタワーのおかげでタウンホール隠れてる間に殴れないので、こうやって呪文がね、時間がかかる、レイジ2枚型の方が、インビジブルタワーが終わるまで待てるので、いいんですよね。真ん中だいぶ削れましたね、これ。相当削れたな。とはいえ、マルチ IT2 本がちょっとめんどくさいところでありますが、ここからルートライダー、発進ウォーデンも使えるっていうのがめっちゃ強いですね。いろんなユニット大量投入。タイタンもったいないな。ちゃんと援軍出てくるまで貯めてから出してあげないと。さあ、ここクイーン一人で援軍捕まってるんだけど、ここにね、タイタンのサポートが入ればよかったなって感じですかね。
バルーンによってだいぶクイーンもダメージ入りつつ、さあ、上の方まで進んでいって、強いね。がっつり削れた。ガーゴイルとか持ってくるとめっちゃ強かったな、これ。ストライカーも投げてったので、ちょっと早いですが、ここでトームを打っていきます。若干溜めれたかな、これ。ストライカーの方はそうだね。ちょっと早かったので、キングのところまではたどりはついてるんですけど、ヒーリングトームのおかげで若干耐えてる。が、落とされていく。トルネもあったしね。で、キングクイーンの方はルートライダーの開けてくれた穴の方にはついていかず、外周部へ行ってしまいました。いいアイゴレすぎる。マルチの方を、そうだね、ヒーローでちょっと触りづらいからそこ、触ってくれるのは熱い。さあ、モノリスの方まで、ルートライダー突破できず、なんだブーメランか。すごい鋭いブーメラン飛んできたね、今。ここもバーバリアン人形だ。面白いね。ヒーローギアのセットもなんかなかなか癖が強い。だろ、イエルチャンピオンがこれは残ってるので、クイーンも黒くあるので、クランジュの方も回収して、ヒーラー人形。人形好きだな、このクラン。バーバリアン人形使ってる人も結構珍しいもんね、今。うん。いいスーパーチャブ刺さりましたね、初手で。そうっす。はい、というわけでね、14対14ということで、破壊率の方でね、リード取れてたので、勝利にはなります。対戦相手もね、14点しっかり取ってきましたね。同じルートライダー編成でも、なんかやっぱり流派が違うみたいな感じで、ヒーリングが入ってたりとか、ネクロが入ってたりとか、オーバーギロの数が全然違ったりとか、使ってるユニットは同じなんだけど、やり方みたいなのが全然違いましたね。素材一緒でもね、料理人が違えば料理も変わるということでね、目玉焼きなのかオムレツなのかっていう話ですが、どちらも美味しいというところで14対14。おっさんのね、オーバーグローのコウモリのやつとか、しっかり配置に合わさったぶっ刺さりプランでしたね。ああいうの強いね。めちゃくちゃ強かったね、あれ。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。